明けましておめでとうございます。小木曽です。本年もよろしくお願いいたします。皆様のご視聴のおかげで、また鬼高評価への投稿等々のおかげで楽しく一年やってまいりました。そして2024年も皆様よろしくお願いいたします。健康に気をつけましょうね。お酒飲みすぎないようにしましょうね。ということで、新年1本目ということで、せっかくなんで富士山をお見せしようかなというふうに思います。チラッチラッ、富士山を描いた動画となっております。富士山のですね、飛行機から見た富士山でございますけど、非常にダイナミックに絵の具をだんだんと置いていった作品でございまして、そんなに難しいことはしていません。マスキング液だけちょっと使っておりますけども、それを剥がす瞬間であるとか、最後の描き込みであるとかっていうところを結構面白いかなと思います。初めの大きな土台の作り方なんか参考になると思いますし、もう盛りだくさんやね、新年からって感じかもしれませんけど、よかったら最後までご視聴ください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本年もよろしくお願いいたします。声がちょっと枯れておりまして申し訳ございません。大きくまずですね、水を全面に塗っていきました。で、富士 MTF ですね、マウント富士のところはマスキング液で、雪のところを少しマスキングをしておきました。マスキング液ですね。そしてごめんなさいね。元旦やのにこれ、日が沈んでいく。ごめんなさい。帰りの飛行機ですね。どこに行ってたんかな。横浜でですね、ライブペイントをした時の帰りの飛行機でございます。で、富士山がめちゃくちゃ綺麗に見えたんで、そうやね、これね、帰りやったかな。で合ってるかなと思います。なんか隣の、結構飛行機がいっぱいで、お隣の子が女の子だったんですけど、で僕ずっと動画の編集してたんですけど、その子が寝てはって、なんかガバッと起きて外見て、全然知らない子なんですけど、ガバッと見て、うわーとかって言って私の肩バンバン叩いて、寝てはったからね、その人ね、ガバッと起きてババッて私の肩立てて、すごいですとかってなんか突然言われて、多分家でなんかね、お母さんか兄弟かなんかに言うた、ね、彼氏に言うたつもりかなんかで、隣におっさんがいて突然声かけて僕もってなったんですけど、ほんまやねって言うたんですけど、その後罰悪そうにしてました。すみません、こうやってね、今グラデーションをかけていっております。結構高さのある何か下にこれぐらいのものを置いて角度をこれぐらいつけてですねおります。それでグラデーションをかけていっております。ダーンとね。でもう空から夕日が沈んでいく。で夕日が沈んでいくとこっていうのは黄色とかオレンジ色みたいな色ですね。今回もなるべくパレットもお見せしながらしていこうかなと思います。皆さんどうですか。2024年早いですね。もう24年、2000年から24年経ったんですよね。早いもんですね。当たり前のこと言いましたけど、令和6年っていいのかな。令和6年、2024年ということで、うちのチビが令和元年と令和3年生まれなんですよ。大長島で覚えやすいでしょ。でも2000何年ってなるとお兄ちゃんが19年で弟が21年なんですよね。だから令和やと13なんですけど、そっちになるとまた19と21なんて覚えればいいですか。2019、19やから上原の背番号、上原君休みません。でグラデーションかけてグッと富士山のとこに暗い色ダンときました。11月の中旬か下旬かの富士山でございます。なかなかこんなん絵にすんねやって感じかもしれませんけど、絵になりますよ。かっこいいですよ。もうね、で、もうやっぱお正月といえば富士ね、皆さん夢見ましたか。一富士二鷹三なすび。なんか大体初夢ってもうね、覚えてませんよね。昨日何見ました。紅白歌合戦ですか。ミーシャが大鳥だったんでしょ。もう私も見ましたよ。ジョークですけど、今撮ってるのは12月の20日前後でございますから見れてるわけございませんけど、もう年やから僕ね10時には寝てまいりますね。遅くで無理もしないですね。で朝だいたい6時7時、わからんけどだらだら酒飲んで起きるんですけど、皆さんどんなお正月ですか。若い頃はなんかね、初日の出やとか興奮してましたけど、何一つ興奮しなくなりますよ。これがおじさんという明けましておめでとうございます。本年もちょっと白っぽいの見れました。なんかね。でこの段階で結構面白かったです。分離色みたいな感じでぐわーっと分かれててね、なんかね、感じのちょっと肌になったなと思いました。
ずーっとこう下に垂れ流れていくような感じで、後ろになんかね、高さのあるもの。だからこんな風に斜めになっている感じでございます。ねえ、なんかお正月にまつわるエピソードなんかありますか？なんもないですよね。本当にもう、初日、もうでも行かれるんですか？おじさんはもう本当ひねくれてるので、1月のだいたい10日ぐらいに行きます。だいたい。はい。初詣、初詣はだいたいそのぐらいかなと思います。まあ理由は簡単で人多いからっていうですね、駐車場とか、まあそれが多分皆さん好きなんやろうけど、まあなんかね、そうやったらダラダラしてる方がいいかな。箱根駅伝、箱根駅伝の道僕はあれなんです。まあ雑談ばっかりですけど、自転車で走ったんですよ。だから道。ずーっと、大手町からあれ出発ですけど、私はですね、あれどこで半蔵門じゃなくて、なんかね、あの辺の皇居のところから僕はチャリンコで奈良まで帰ったんです。M 君っていう高校の友人、じゃあ中学、今も仲良しですけど、小中の友人と、帰った。1号線をずーっと走ってたから、道ずーっとチャリンコで走ったから、わかるんですよね。だからそれはすごくこう、1月、それ2日か。1日まだ利用していますか？なかなかもうね、なんかこう、いろんなメディアがありますのでね、ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、Hulu とかね、いろんなメディア、YouTube こうやって見てはる人もいるかもしれませんしね、テレビっていうわけじゃないかもしれませんけどね。なんかお正月にまつわる。まあなんかでも2000年が一番なんか思い出深いですよね。何があったかあんま覚えてないですけど、やっぱりこう、世紀末、でも世紀末2000年までが世紀末ですよね、元来言うとね。でもなんかパソコンがデータがなんかうまく移管できないんじゃないかみたいなことで、なんか正月やけど親父が会社に行っていた2000年問題であったんですよ。それで会社に行っていたっていうのだけ記憶してますけどね。なんかね、お正月の思い出とかありますか？僕は大体学生時代は31日に、東京から、新幹線乗って、大体1日にもう東京戻ってました。1泊とか。長くて2泊。2日には帰ってました。3日回るともう電車混むからっていうので、もうその頃から偏屈がだいぶ出てますよね。そういうこう偏屈な人って世の中いますか？あんまこう帰りたくもなかったんですけど、もう正月だけは帰ってこいっていうなんか親のあれがあったんで、正月だけは帰って行ってました。東京から奈良の方にですね、帰って行ってました。その際もやっぱりこう富士山、いつも新幹線で見えるときは見えますけどね。今はなんか空から見ることはもう新幹線で東海道線とか乗ることまずないので、関西までだったら行くんですけど、まずこの十何年間新幹線乗ってないですね。光とかあれとかリニアモーターカーとかできたら乗りたいんですけどね。2024年のご予定は皆様、僕は大阪で個展が1本あるという感じぐらいで、あんま大きな予定がないですね。もしかして、またね、いろんなとこ旅行けたらなというふうに思ってますけど、1月の21ぐらいに行こうかな思ってるんですけど、どこ行こうかなとか全然こう決めてないんですけど、2泊3日ぐらいやろうなっていう感じで、鹿児島ちょっと考えてるんですけどね、まだホテルも今21日の段階では取ってませんが、鹿児島とかもないかもなとか思ったりとかしてます。今年もまたいろんなことにチャレンジしていきたいなと思いますので、よかったらですね、リクエストとかをいただけたりすると、こう下の方のこう雲とかを書いててますね。なんかリクエストでも何でもですね、昔あったこの企画またやってとかでもいいですし、よかったらですね、明けましておめでとうございます。お元気ですか？餅食べ過ぎないようにしてくださいね、皆さんね。餅ってなる人言い張るんでしょ？気をつけてくださいね。お酒も飲みすぎないようにね、調子乗ってお酒飲みすぎたり、お酒飲んで車運転してあかんですよ。もちろん当然のごとくですけどね、気をつけてくださいね。で、ドライヤーでちょっと乾かしてます。ビューッとドライヤーで乾かしていっております。ここまでずーっとこうで、これ、トータルで37分でした。マスキング液の時間とか下書きの時間は抜いてますけど、37分でした。で、下書きよくこう聞かれるんですけど、濃さとか、どれくらいですかとか、書き込みどれくらいですかとかって聞かれるんですけど、これはもう転写しました。だから黒いコンテの線がついてます。でも相当これは消してます。形そんな難しくもないからっていうので消しゴムで消してます。だから鉛筆で言うと H とか F ぐらいで書いたような感じ。で、結構この雪のところのあれだけは少し書き込みしっかりしておきました。
で、その、下書きに関してね、どのくらいですかって結構聞かれるんですけど、ものすごい書くものはものすごい書きますし、ザクッと自然物なんかザクッとしか書かなかったりします。ただその辺ってすごくこう臨機応変です。決まりもないので、これしようかな、あれしようかなっていう感じでございます。で、今これすみません。飛行機の羽を描きました。これはもう初めから絶対書いてやろうと。鬼高評価に出されると、大体この消されるんですけど、いやいや、この全部の斜めの中に何かこの、鉄のこの塊のがブイーンとこうなってる感じ、ブイーンですね、すみません。みたいなのがおもろいなと思ったんで、これは絶対初めから入れてやろうと思ってました。で、この斜めの感じ、これ絶対おかしいですけどね。斜めの感じっていうのもなんか地球を、ね、普通やったら水平線やから水平に描くのが当たり前ですけど、まあ、お隣の、うわ、富士山ですよとかって起こしてくれたお姉ちゃん越しにこっそり撮った写真なんで、ちょっとこうなって斜めになったんじゃないですか。それはそれでなんか現代かなと思って、おもろいな思ったんで、それのままあれしました。もしかして飛行機がウィーンってちょっと曲がり出してるのかもしれないしね。なんかこうね、旋回を始めたりしてるのかもしれないですけど。で、ちょっと向こうの方の雲は今拭き取っていってます。じゅーっと、こすりながら拭き取っていったという感じで描いていきました。まあ、下の方の、富士山の下の方なんかもなんかザクッとしてる感じが。それでこれようやくマスキング液を外してってます。今までついていたんですよ。ね。今までついておりました。マスキング液を、外していっております。これマスキング液。こうなんかこう、先っちょがすごいこう細いやつ、でやってきました。パチッと出てきましたよね。パチッ。で、それでこう、左側の方が影になってますので、左の方をちょっと青系、紫系みたいなのと、青とね、これは、スカイブルーみたいな色とオペラみたいなのを混ぜて、ちょっと分離色狙って、多分分かれるよなと思って、そんな感じでちょっと紫を使って、影をシャーっと塗りました。シャーっと塗って、ちょっと濃すぎるかなと思って、ちょっとこの辺影とかにしていって、ちょんちょんと。で、先端のところとかっていうのは、ある程度こうちょっと濃さを残しておいて、ですね、この火口のとこですね、火山の火口のところみたいに残しておきました。で、ちょっとこれ不透明ぐらいの色、ちょっと白を混ぜたような色で、ちゃん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 と雪から上の方の、山頂の方が少しこうグラデーションをかけていって、ちょんちゃんちゃんちゃんと描いて、最後はこう暗い色でちょん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 とこう描いていったという感じでございますけど、ちょん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 、これ暗い色で描いていきました。めでたいでございますよね。皆さんにとっても今年いい年でありますように、私もね、なんか何もそんな特別なことはないですけどね、皆様健康で、私も健康であれればまず第一かなというふうに思いますので、健康に気をつけて良い年になればなというふうに思います。という感じで最後こう暗い、雪との隙間を描いていったということでございました。ご視聴新年早々ありがとうございました。皆さんよかったですね。チャンネル登録してない方よかったらチャンネル登録していただいてですね、またコメント明けましておめでとうございますということで、またリクエストなどもあったらぜひぜひ遠慮なくいただければなというふうに思います。ということで、透明水彩です。これ完全に透明水彩で、結構濃厚な透明水彩よねって感じかもしれませんけど、濃厚な透明水彩でございますので、こういった絵もありなんだぞということで、めでたい富士を描いてみたということで、新年元旦の1本目は富士山でございました。本日もご視聴ありがとうございました。最後までよかったらご視聴いただければと思います。それではまた。では。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。富士山ね、もう飛行機のこれを描くことによって、ね、それによってまたこの富士山の雄大さみたいなのがコントラストによって見えてこうへんかなということで描いた作品でございます。新年一発目ということで、私の視聴者の中でしのぶさんという方が毎年、新年一発目の絵は富士山を描いてますとか言ってたんで、負けじと今回皆様にお見せしました。皆様もよかったらですね、富士山描かれてみてはどうでしょうか。私も、席を切ったかのごとく
く、近年富士山を書いております。本年もよろしくお願いいたします。皆様にとっても良いお年になりますように、私も楽しい一年になればと思いますので、ぜひ本年もよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。酒飲みすぎないでね。お持ちね、気をつけてくださいね。私の視聴者、中高年の方が多いのでね、18歳プラス60歳ぐらいが平均のね。では、また。チャンネル登録よろしくね。バイバイはバイバイ。バイバイ。バイバイ。もう一度よ。